昔からそういう地層とか化石とかが好きだったもんで、あ、ハナムグリが来たまた新しく畑から草を買ってきて刈り取ってきて、で上に入れて、それで写真を撮るっていう感じですここは、家から車で5分ぐらいのところにある入間川っていう河川敷にある畑で、この辺りは結構畑をやってる人が多くて、写真をプリントするのの紙を自分で作ってみたいなと思って、でお店で買った紙に何が違和感を感じたかっていうと、見も知らない土地で作られた、見も知らない人が作った紙にプリントしていることに違和感を感じてるんじゃないかなと思って、だったら紙を自分でじゃあ作ってみようと。で作るにしても今時ネットで紙の材料って買えるんだけど、それを買って紙をすきました、水に原料をボチャンって入れて紙をすきましたって言っても、なんか紙を自分で作りましたっていう気になれなくて、昔から20代の頃から伝統工芸の取材で和紙を作る取材をしたりとかしてて、紙をもちろんすく平らに綺麗な紙をすく技術っていうのもすごい大変なんだけど、得得するまでには。だけどその水に原料をボチャンって入れるまでのに植物を栽培して、そこから繊維を取り出してゴミを取り除いて真っ白な原料のパルプを、紙の繊維を作るまでの工程がものすごく大変で、それを人にやらせといて最後のすくとこだけやって私がすきましたなんて、とても口が裂けても言えないなと思って知ってるゆえに言えないなと思って、そうするとじゃあやっぱ育てるところからやりたくないけどやらないとだよなみたいな感じで、それで何の因果か、取材してた頃はこんな大変なこと僕絶対できないとか思っていたのに何の因果かまんまとやる羽目になって、それももしかしたら必然だったのかもしれないなとかも思うし、家からまあ徒歩圏内、まあ車でも5分10分で行ける圏内で紙の原料になる植物を探そうと思って、幸い入間川の河川敷には植物がたくさん、いろんな植物が自生してるんで、その中から使えるものないかなって探すようになったのね、去年の3月ぐらいから。でずっと河川敷を植物を探し歩いてるうちに、この畑のオーナーさんがちょうど収穫作業をしているのに出くわして、で畑なんてやりたいけど、そんな広大な土地を買う財力もないし、無理だよな、どうしようかな、無理だよなとか思ってたんだけど、そのオーナーさんに話をしたら、そこを使ってやってみればとかっていうふうに言ってもらえて、それでここの畑の片隅を借りて和紙の原料の栽培をし始めたということです。それで1年半ぐらい前から畑をやり始めて、でそこで和紙を作るための材料を栽培し始めるというのをやり始めてでやってると結構単純に畑作業自体も面白くて、すっかりハマってる畑に